私は食堂で解散した後とか空いた時間には自室でトレーニングをしてたんだ。筋力が落ちてダンスのキレがなくなるのは嫌だったから。あんたこんなところに閉じ込められてるのにそんなこと考えてたの？そうだけど、でもダンスは私の人生だから。朝早いっつうのによ、夜寝る前にもトレーニングしてたのか？昨日は特別だったの。外から台車を転がすような音が聞こえて。それに賛成だ。舞子ちゃんは台車の音を聞いて目覚めたんだね。その音、どんな音だったか覚えてる？確かキーキーってきしむような音かな。私は捜査中女子更衣室の調査を担当していましたが、確かにあの台車はきしむような音がしてました。台車からきしむような音がするのは間違いないよ。僕も捜査中に確かめたからね。でもその口ぶりは逆に納得がいかねえみたいな言い方だな。だっておかしいんだ。おかしいって何が？舞子ちゃんがその音を聞いたことがだよ。音を聞いたこと自体がおかしいの？あ、かぐらちゃんの耳がいいことが嘘とかかな？そこは重要な点じゃないよ。実際に神楽さんは台車からどんな音がするかを知っているしね。なぜ台車からきしむ音がするかを知っているのか、そこが問題となるさ。それは犯人が台車を使ってる最中の音を神楽が聞いただけってだけのことじゃないのか？いや、聞こえるはずがないんだ。個室にいたらね。なんでだ？それが関係するのは、これだ。あの個室には防音加工が施されているんだよ。防音加工？事件の翌朝、淀川さんの怒涛のチャイムで起きたんだけど、扉を開ける寸前に盛大に転んじゃって、いろいろなものを倒したりしてすごい音がしたんだ。だけどその音は外にいた俺には聞こえなかった。そこで物虎に聞いたんだ。もしかして実質には防音加工がされているのかいってね。おっしゃる通りです。お前らの自室は全室漏れなく防音加工は完璧だよ。今回ばかりは藤森さんの不運がいい方向に転がったって感じだね。それじゃあミス神楽はどこでその台車の音を聞いたんだい？簡単な話ね。そいつが犯人で犯行に台車を使った。その時に台車の音を聞いたのよ。でもわざわざ台車を使う必要なんてあるの？担いで行った方が早いじゃない。万が一誰かに見られたらってことを考えてみなよ。担いでいたら早急に始末することもできないでしょ。始末って怖い人だね。必殺仕事人かよ。でも初めに更衣室を調べに行ったのは藤森ちゃん、淀川ちゃん、神楽ちゃんだったよね。捜査時間もあるし、どこかしらで台車について知るタイミングはあったんじゃないのかい？いや、初めに3人で調査をした時に舞子ちゃんは自分で言ったんだよ。台車は埃をかぶっていた。動かしてこんな目立つ音がするなら舞子ちゃんならちゃんと報告してくれると思うんだ。事件後の捜査については呼び出しのアナウンスが鳴るまでは女子更衣室で捜査していましたが、神楽さんは来ていません。僕たちが会った時には個室の捜査をしていたしね。舞子ちゃん、教えてくれないかな、どこで台車の音を聞いたのかを。ごめん歩夢君、
最初、3人で調査した時に、本当は台車を調べてたんだ。え？でも、伝えなくてもいいかな、なんて思っちゃって。ほら、結局今、歩夢くんが言ったことも、すべて推論に過ぎないでしょ？そう、推論。ありえないんだよ。舞子ちゃん。藤森さん、もう一つ突きつけてあげるといい。神楽さんが犯人である可能性が高いという証拠を。君にはもう分かっているんだろ？舞子ちゃんが犯人である可能性を高める情報。これだ。舞子ちゃん、君だけが僕の本当の性別を知っていたんだよ。性別？確かに藤森が男だっつうのを知ってたのは神楽だけだけどさ、それだけでどうにかなんのか？そうだな。一度簡単に今回の議論を振り返ることにしようか。まず被害者である六道くんは男子更衣室で発見された。その場に残された証拠品によって初めに疑われたのは鮫島くんだったね。俺宛ての手紙が男子更衣室に残っていたからだな。その通り。そして男である俺たちに疑いがかかっていた。その時は5人のうちの誰かって話になったけれど、あ、神楽ちゃんは藤森ちゃんも男の子だよってツッコミをしてきたんだよね。そう、それまで僕がそのことを黙っていたからこそ、なおさら犯人である疑惑は高くなったよね。舞子ちゃんは分かってたんでしょ。僕がこの議論中で性別を明かすことはないだろうって。つまりこの犯行は鮫島君を利用して僕に疑いをかけることを目的とした犯行だった。そしてこの犯行を思いつくことができたのは、僕の本当の性別を知っていた神楽舞子ちゃん、君だけなんだよ。もう反論する気もないのね。すみません。一つ腑に落ちないことがあるのです。犯行に至るまでの動機。神楽さんには六道さんを殺さなくてはいけなくなった理由はあるのでしょうか？単純に考えるなら全員にそれぞれ配布された同期ビデオだろうな。鮫島の野郎もそれが理由で犯行に加担してるしな。俺はやってねえぞ。ま、察するに精神面は相当脆いようだし、耐えられなくなったんでしょうね。そうですか。藤森さん、最後に事件全体の振り返りをしておこう。その後に投票タイムとしようじゃないか。分かった。舞子ちゃん、僕は逃げないよ。この真実から僕はどんな真実でも受け止めて向き合うって決めたから。これが事件の真実だ。弾丸論破。まずこの事件の発端は考えるまでもなく同期ビデオだよね。僕みたいな人に疎まれるような才能を持ってる人には大した動機にならないだろうけど、人に愛される魅力的な才能を持っている犯人は違った。この動機ビデオを見ることによって外に出なきゃいけないって思ってしまったんだよ。そんな折にその犯人は僕から本当は男であることを聞いて今回の犯行を思いついたんだ。犯行を行うために犯人は2つの下準備をする必要があった。一つはもちろんこの事件の被害者をおびき出し殺害すること。もう一つは男子にしか犯行ができないと思わせる状況を作り出すことだよ。その状況を作るために鮫島君を黒幕を語って呼び出したんだ。男子更衣室で、しかも男子の力でなければ開かないロッカーが開いていればまさか女子の犯行だとは誰も思わないだろうしね。
思惑通り鮫島くんはロッカーの扉を力任せにこじ開けて、手紙も丸めて男子更衣室のゴミ箱に捨ててしまった。でもこんな風にあからさまな犯行をするわけがないって考えに行き着くのは犯人も想定していた。本命のトリックはその先にあったんだ。鮫島くんが犯人ではない可能性が出れば、次はこの現場に入ることができる男子全員に疑いがかかる。そこで藤森歩が実は男子であるということを明かせば、さらに強い疑いがかかる、そう考えたんだろうね。鮫島くんがロッカーを開けているであろう時間帯に、犯人は西くんを自室に呼び出した。凶器セットに入っていたロープを使って首を絞めて殺害したんだ。次に殺害した西くんを女子更衣室にあった台車に乗せて男子更衣室の前まで運んだんだ。わざわざ台車を使ったのは、万が一誰かに会った時に西くんを担いでいたら対処ができないってことかな。その心配はキーウに終わって、無事に男子更衣室まで西くんを運んだんだろうけど、ここで犯人の一つ目の誤算が発生した。西くんの死体が埃にまみれてると怪しまれると思った結果、台車をきれいにしたんだろうけど、それを捜査中に気づかれてしまったんだ。そうやって更衣室の前まで運んだところで、更衣室の扉を西くんの電子生徒手帳で解錠した犯人は、その超高校級の運動神経を生かして投げ入れるなり蹴り入れるなりして西くんの体を更衣室に放り込んだ。その後台車は女子更衣室に戻して自室に戻ったところで、犯人は2つ目の誤算に気づいた。比較的華奢といえど、西くんは殺される直前に抵抗を試みたんだろうね。犯人の体のあちこちに引っかき傷が残ってしまっていたんだ。それをごまかすために犯人は僕たちに転んでできた傷だと思わせようとしたんだ。ただ夜時間に保健室は空いていなかった。だから翌朝処置をすることにしたんだ。事件の翌朝、僕たちは西くんと犯人の姿が見えないことに慌てて2人を探すことにした。犯人は事件でできた傷を隠すために保健室にいたわけだけれど、あとは他のみんなと同じように西くんが見当たらないことに心配するふりをして死体が発見される瞬間を待っていたんだ。荒唐無稽な話かもしれない。僕のように隠し事をしている人がいるのかもしれない。でもこの犯行を思いつき行動できる人間は今の僕には一人しか思い浮かばないんだ。超高校級のダンサー神楽舞子ちゃん。僕はあんなに優しかった君が人を殺すなんて思えない。違うなら違うってそう言ってよ。バレちゃったな。バレちゃったってことは本当にあんたが犯人なんだね。そこまで悩んでいたのならお姉さんを頼ってくれてもよかったんですよ。そうです。そうなる前にどうして私たちに相談してくれなかったのですか？私が弱かったからかな。舞子ちゃんすごいね、歩くん。もしかしたら聖司くんあたりにはバレちゃうかもって怖かったんだけど、歩くんが私の正体を見破っちゃった。歩くんは自分のことそんなにすごい人間だとは思ってないみたいだけど、私はそんなことはないと思うよ。おーっと、そういうこと言う前にやることがあるんじゃない？んだよ、毎回だが余計なちゃちゃ入れるんじゃねえ。余計じゃないよ、大事なことだよ。大事なこと、大事なんだよ。
大事すぎて3回も言っちゃったよ。ちゃんと正式な手順を踏んでもらわないと。お待ちかねの投票タイムだよ。投票って煩わしいな。もう誰が犯人かなんて分かってるのに。ダメダメ、初めに説明したけど、投票しないとお前らにもお仕置きを受けてもらうんだからね。いいよ、さっさと済ませちゃおうよ。こんなこともう終わらせてよ。そうだね。それでは皆さん、お手元のスイッチをご確認ください。果たしてその答えは正解か不正解か、白と黒の運命を定めるワックワクでドキドキな投票タイム。超高校級のダンサー、神楽舞子さん。そしてその答えはお見事、大正解です。舞子ちゃん、一つ聞いていいかな？うん、いいよ。もう私は嘘なんかつかないからさ。舞子ちゃんがサイジ君を殺した理由は何だったの？みことちゃんが言ってた通りだよ。あの同期ビデオ、あれを見て外に出ないといけないって思ったんだ。ぶしつけですが、どのような内容だったか伺ってもよろしいですか？うん。私の同期ビデオに映っていたのは、私の両親やダンススクールのみんなだった。行き過ぎたトレーニングをして傷だらけの私を心配してくれたり応援してくれるような内容だった。それだけ？おいおいおい、たったそれだけの理由で人殺したってのか？いや、俺にはよくわかるぜ。人に愛されることの重さってやつをな。それは時には足かせとなり、トリガーともなり得るのさ。佐久間ちゃんの言うことは難しくてちょっとわからないよ。私もわかります。周りの期待、配慮、それらが全て逆にプレッシャーとなることを。私はもっと踊らないとって、みんなの前で踊った時にも強く感じちゃったんだ。ほら、私ってダンス以外何もできないからさ。だからもっとたくさん踊らないと、もっともっとたくさんの人の前で踊らないといけないんだって。それで頭がいっぱいになっちゃって、そうしないとみんなが肯定してくれた自分がいなくなっちゃう気がしたんだよ。そうか。お前は周りが肯定した自分を自分自身でも肯定していたから六道をやっちまったのか。やったことは人殺しよ。その事実は変わらない。でもマイマイにもそれなりの理由があったんですよ。だから何？結局は自己中心的な理由じゃない。何にしろあんたは無実の一人の人間、六道祭司を殺したのよ。そうだよ。神楽さんも辛かったかもしれないけど、殺された方はもっと辛いでしょ。そうだよ。別にもう自分の弁護をする気もないよ。自分のしてしまったこと、自分がよくわかってるつもりだからさ。
私が弱かった。ただ、それだけの話だよ。舞子ちゃん。僕が舞子ちゃんに性別の話をしたのは、舞子ちゃんは何かと僕のことを気にかけてくれて、そして友達になろうって言ってくれた時、本当に嬉しかったんだ。だから舞子ちゃんに一番に話そうって思ったんだよ。歩夢くん。そっか。私、そんな歩夢くんの気持ちも裏切っちゃったね。いいや、それは少し違うね。神楽さんが行動を起こした。その全ての元凶となったのはモノドラだろ。確かに舞子ちゃんは僕たちを欺こうとした。だけど淀川さんの言う通り一番悪いのはこの殺し合いを仕組んだモノドラだよ。僕が悪いの？当たり前でしょ。あなたがこのようなこと仕組まなければ神楽さんだって六道さんを殺さずに済んだんです。ひどいなあ。人のせいにしちゃダメだってお母さんに言われたでしょ。なんと言おうが僕は人は殺してないけど、神楽さんは殺してない方が偉いじゃないか。その辺にしとけ。どうせ何言ったってはぐらかされるだけだぜ。その胸くそ悪い肉団子はよ。肉団子だって。それいいね。今日の晩ご飯は肉団子にしよう。もう食べ物の話なんかしてる場合じゃないよ。そうだな。ちょっと気になることもあったんだ。気になること？償いになんてものにもならないと思うけどさ、これは伝えておかないとって思って。サイジ君、殺される前確かに抵抗したんだ。この傷がその証拠でもあるし、でも急に抵抗するのをやめたんだよ。意識が遠のいてとかじゃないの？私に話しかけてきたから、それはないと思う。そう。確かに、微笑んで言ったんだ。僕たちは、以前から、もう、友達だったんですね。それは、どういう意味でしょう。前世の話？友達ってのは本当だろう。走ってた時六道が嬉しそうに報告してきたし。お前六道を走ってたのか？そうだけど、サイジ君と仲良くなったのは本当に直前のことだったよ。なんだろう、何かを急に思い出したかのような。そのことについては神楽さんもすぐわかるよ。それどういう意味？さてさて、もう待ちくたびれちゃったからさ、さっさとやっちゃっていいかな。お仕置きタイムをさ。お仕置き、処刑のことだな。そんな、淀川さんや藤森さんが言った通り、悪いのはモノドラじゃありませんか。何言ってんだよ。殺した人が悪、殺してない人間は善。これがこの世界のルールでしょ。お前らが生きてきたこの世界のね。そんなの許しません。何言ったってお仕置きは実行しちゃうからね。いいよ、許さなくて。私のことは許さないで。舞子ちゃん、私の最後のお願いだよ。私のこと憎んで、そしてもうこんなこと絶対に起こさないで。私は逃げちゃったけど、みんなは強いからさ。大丈夫だよね。舞子ちゃん、わかりました。神楽さんや六道さんのような人はもう出しません。
俺をはめたことは許せねえけどよ。それでも俺は、自分を肯定できるのは、お前の強さだと思うぜ。みんな、ごめん。ごめんね。もういいかな。時間もしちゃってるからさ。もういいよ。潔く、罰は受けるよ。おー、いいね。そういう子、僕は大好きだよ。さて、メイドの土産に、サイジ君が何を見たのか、神楽さんにも見せてあげるよ。舞子ちゃん？舞子ちゃん大丈夫？なんで、こんなこと。さてさて、超高校級のダンサーである神楽舞子さんのために、スペシャルなお仕置きを用意させていただきました。違う。舞子ちゃん！歩夢くん、私、肯定なんて、されてなかった。ごめん、サイジ君。みんな、本当に。ごめんなさい。じゃあ、ちゃっちゃと始めましょう。お仕置きタイム。
も元気に始めていくよ。そろそろ夏も真っ盛り。夏休みの予定ってみんなは何かある？あはー、俺は今これに夢中で夏休み丸つぶれなんだよね。でも今まで公開してきたどんなものにも負けないくらい面白いものが見れると思うよ。みんなも好きでしょ？弾丸論え、なになに？いや、そんなのいるわけないじゃん。いるように見える？いたら配信なんてしてねえよ。いやー、一度でいいから行ってみたいもんだね。俺の青春ラブコメは間違って。はあ、友達ねえ。はっ、くったね。じゃあ次のゲームを始めようか。